12年、ソファーの上から動けず、糞尿とウジにまみれて死んだ女性。もしあなたが彼女の保護者だったら、どうすれば悲劇を防げたと思いますか？ 2022 年1月3日、アメリカ・ルイジアナ州スローター。深夜3時を回った頃、三角屋根の広い庭付きのその家に、警察と救急隊が駆けつけました。なんだこの匂いは。玄関をくぐると同時に、険しい表情で鼻を覆った警察官。その家は、一見綺麗に掃除されているのですが、警察がこれまで嗅いだことのないような異臭が充満していたんです。動揺する彼らをよそに、家の中では一人の婦人が膝に顔をうずめて泣いていました。その隣にはまるで魂が抜けたように無表情で佇む夫が、娘はリビングにいます、どうぞ。そう言うと警察と救急隊をリビングへ通した夫。次の瞬間、一同は思わず息を飲みました。リビングに置かれたソファーの上では、その家の娘が全身にウジをたからせて死んでいたんです。一見何の変哲もないリビングのソファーでウジ虫にたかられて死んでしまった女性。彼女はなぜそれほど悲惨な死を迎えることになったのか。堅実に見えた両親はいつからか娘が足かせに見えていたのかもしれません。おそすけちゃんです。いやみやみこんです。私さ、前さ、バドミントンしてるって言ったじゃない。バドミントンね。で、バドミントンクラブで、ちょっと思わぬことが起きちゃって、仲良くなった人がいるの、バドミントンクラブで。で、その人に、実は、こういう YouTube やってますって伝えたのね。そうなんだ。そう。そしたら、実は、その人は知らなかった。すごいね、みたいな感じだったんだけど、その人の奥さんが、普通にパーカー持ってる大ファンで。すごいね。びっくりした。すごいね。すごくない？こんなことある？すごいわ。すごいでしょ。なんで奥さん視聴者さんだってこう旦那さん気づいたんですか？いやなんかそういう YouTuber に出会ったんだよみたいなことを家で話したら、あ、そういうことか。そうみたいな。すごいね。だからもうその旦那さんは気軽に話すんじゃないわよって怒られてたみたいな。そういうことね。私とかわいそうに。でもヤミコさんこの感じでバドミントンとこ行ってるわけじゃないの？それちょっと男装してる。まあでもこれってさ、私がバドミントンやってなかったらなかった出会いじゃない。だからなんかいろいろなとこ行ってみるとかってやっぱ大事だなって思った改めて。確かにね。マジ出会い。今回はアメリカ・ルイジアナ州で起こった衝撃の事件を紹介します。被害者は両親と3人で暮らしていた女性なんですけれども、この女性、なんと自宅のリビングで全身にウジ虫をたからせて亡くなってしまったんです。何それ？これは何なの？亡くなってから長い間ずっと放置されてたってこと？違うんです。この女性は驚きなんですけど、生前からウジがそこら辺にいたんですよ。えぐくないですかこれ？どういうこと？通報のあったその家のリビングでは、こういう犯罪のね、捜査のプロである警察さえもトラウマになる人が続出するぐらい悲惨な光景が広がっていたんです。ソファーに沈む女性。2022年1月6日、アメリカ・ルイジアナ州スローター。よくこんな家で平気で暮らせるな。深夜3時過ぎ、とある一軒家へ駆けつけた警察は、家中に漂う何かが腐ったような匂いに顔を歪めていました。案内されたリビングの中央には黒いテーブルがあり、その上には軟膏やウェットティッシュ、点鼻薬などが所狭しと並んでいます。そのすぐそばには、綺麗に畳まれた服の山と簡易トイレ。一見してそこで病人の介護が行われていたことが見て取れました。そしてその奥のソファーに目をやった時、警察は思わず吐き気を催すんです。ひどすぎる。何があったらこんな状態になるんだ。そう、ソファーの上ではその家の娘レイシー・エレン・フレッチャーが全身にウジをたからせながら亡くなっていたんです。糞尿にまみれ革張りのソファーに深く沈んだその体はまるでソファーの一部になってしまったかのよう。現場に居合わせた捜査員の中にはその光景が頭から離れず1週間食事が喉を通らなかったという者もいました。何か病気だったとしてもさ、家で普通に過ごしててこうはならないでしょ。両親もいたんでしょ。両親何してたの？それがですね、これちゃんと事情聴取をすると、両親はちゃんと娘の介護をしていたと話していたんです。あの子はもう36になりますし、自分のことは自分で決められる年齢です。だから本人の意思に任せてやりたいようにさせていたんです。思い詰めた表情でそう話したのは母親のシーラ。彼女が言うに娘のレイシーはもう長い間無気力でソファーの上から動きたがらずずっと寝たままの生活を送っていたといいます。長らく入浴もしていなかったのですが、母シーラは定期的に娘の体を拭いており、娘は床ずれの痛みを訴えたこともなかったとのこと。亡くなる2日前には夫婦で少し遠出をしていたといいますが、翌日には帰宅し娘と一緒にサンドイッチとスナック菓子を食べたとも。その日疲れていた母シーラは娘のレイシーが寝ているソファーの隣で寝てしまい、数時間後に目を覚ますとすでに彼女は死んでいたというんです。
やりたいようにやらせてたってお母さんの言い分もよくわかんないよ。何そのレイシーがさ、ソファーで寝たままお風呂も入らずに生活するっていうのが意思だったってこと？レイシーはね、ある障害を抱えてたんです。うん。その障害で対人関係がうまくいかなくなってしまった彼女は、次第に外に出るのが怖くなってしまったんです。無邪気な子。1994年、一家がスローターの町に越してきたのはレイシーがちょうど9歳の頃。スローターは人口1000人ほどの小さな町。レイシーの両親はその町で多くの人に慕われていました。母親のシーラは元警察官で、検察庁で秘書を務める堅実な女性。町議会の議員としても活動しており、地域のコミュニティでは中心人物でした。父親のクレイにしても、南北戦争の記念フォーラムを主催する非営利団体の会長を務めていたり、何かと活動的な夫婦だったんです。そんな人望ある両親の一人娘として育てられたレイシーは温厚で明るく、誰にでも優しい少女。彼女は友人が非常に多く、小さい頃はいつも外で遊び回っていたといいます。レイシーが通っていた私立学校は1年生から8年生までの全校生徒を合わせても190人ほどの小さな学校。ほとんどの生徒が顔なじみのアットホームな環境で、レイシーも穏やかな日々を過ごしていたんです。小さい頃はすっごい活発な子みたいに見えるけど、こっから何外に出られなくなっちゃうわけ？そうなんです。レイシーが中学校へ上がった頃、彼女の他の人とは少し違ったところが次第に目立つようになったんです。中学へ進学したレイシーは相変わらず活発でバレーボールチームに所属。彼女は勉強もよくできる子で、中学校でもうまくやっていけるように見えました。しかし放課後になるとレイシーは他の子から見て少し変わった行動をとるように。レイシー、今日みんなでパーティーやるけど来るでしょ？楽しげにレイシーを誘う同級生たち。するとレイシーは満面の笑みでこう答えたんです。行かない。私お家帰ってディズニーの映画見るんだ。そう、レイシーは思春期になるにつれ、放課後は一人で家で過ごすことを好むように。そして彼女は話す内容も趣味も同級生と比べ少し幼いように思えたんです。まあ大人になってもさ、ディズニー映画くらい見るでしょ。これが何かの病気だっていうの？そうなんです。一人でいることを好み、他の子より少し幼く見えるというこの特徴はね、一般的には自閉スペクトラム症の症状の一つとされているんです。というわけで本日のメトラキーワード、自閉スペクトラム症について。自閉スペクトラム症とは発達障害の一種で、相手の考えを読み取ったり自分の考えを伝えたりなどの対人コミュニケーションが苦手なことが特徴。その特徴から周囲より言動が幼く見えることがあるんです。他にも特定のことに強いこだわりを持つ、毎日決まった行動パターンばかりを繰り返すなどの特徴も。自閉スペクトラム症は早いと3歳までに診断されますが、知能や言語の発達に問題がない場合はさほど気にならず、大人になるまで気づかないケースも多数。実際レイシーも周囲の友人たちからは多少子供っぽいだけで特に問題があることは見られていませんでした。そう、レイシーは確かに発達障害を抱えていましたが、14歳頃までは生活に何ら問題はなかったんです。しかし学校が怖いの。いつからか登校の時間になると怯えるようになったレイシー。周囲の友人も多感な時期を迎え、少し幼く見える彼女はいじめを受けるようになってしまったんです。そして一度言い出すと聞かない性格のレイシーは頑くなに学校へ行きたがらなかったため、両親はホームスクーリングを選択。こうして学校での問題は解決したのですが、この頃の彼女にはまた別の問題も現れていました。やだ、行きたくない、怖いの、トイレが怖い。そう言ってトイレに行かなくなってしまったレイシー。彼女がトイレを怖がるようになったのは、トイレに蛇が出てくる夢を見てしまったため。このようにレイシーは学校のいじめの一件以来、複数の不安障害を発症していたんです。そういえばレイシーがさ、お物にまみれた状態だったって言ってたよね。それトイレ行けなかったってことなの？そうなんです。こうして複数の不安障害に苛まれる中で、レイシーはソファーから動けなくなってしまったんです。レイシーは不安障害を抱えるようになってから2年ほどカウンセリングを受けていたといいますが、そのカウンセリングも16歳の頃に終了。それから少しの間はレイシーがジョギングに出かけるところを近隣住民が見かけたこともあったといいますが、いつからか一切外に出ないように。それから15年が経った2017年のある日、隣人の男性はレイシーの父クレイに彼女のことを尋ねてみたことがありました。男性の2人の息子はレイシーと年が近くよく遊んでいたため、男性も彼女の姿が長く見えないことが気になっていたんです。いやークレイ、レイシーは元気かい？もう結婚してどこか遠くへ引っ越してるのかな？レイシーももう31歳を迎えている頃、隣人の男性がそう考えるのも自然なことでした。一方で父クレイは今もこの家にいる、元気だとだけ答え、すぐに話題を変えてしまいます。後から思えば不自然にレイシーの話題を避けていたことがわかるのですが、当時は隣人の男性もクレイのその態度を特に変だとは思わなかったんです。これはなんか隠してる感じするわね。ほんとそうなんですよ。両親のね、供述によると、しっかりレイシーのことを介護していたっていう風に聞こえるんですけど、実態はね、全然違ったんです、これ。足かせだった娘。
レイシーが亡くなる2日前の2022年1月1日、両親は短い旅行に出かけていました。そして翌日、帰宅した際、母シーラはサンドイッチとスナック菓子をレイシーと一緒に食べたと話しています。そこから疲れて眠ってしまい、数時間後に目覚めるとレイシーが亡くなっており、すぐに通報したと。しかし母シーラのその供述には明確な矛盾がありました。実はレイシーは両親が通報する2日前に亡くなっているんです。数時間前に母シーラが彼女にサンドイッチとスナック菓子を与えたという話は確実に嘘。検視の結果、レイシーの胃の内容物は彼女自身の糞便とソファーのクッションのみ。レイシーは何日も食事を与えられておらず、自分の周りにあるものを食べて飢えをしのごうとしていたんです。発見時のレイシーの体重は43キロと、36歳の女性としては異様に軽く、栄養失調に陥っていました。ソファーのクッション食べてたってさ、介護なんて全然してないじゃないのよ。そうなんですよ。この両親は、レイシーがね、いつ亡くなってもおかしくないような状況をね、ずーっと長らく放置してたんですよ。お腹すいた。静まり返った家の中で消え入りそうな声でつぶやいたレイシー。両親は彼女に食事も用意せず、何日も旅行に出かけてしまうことがたびたびあった。その度レイシーは必死で上に抗っていた。彼女の体は30代の女性とは思えないほどに小さく、もう何年着ているかわからないその服は体から垂れ下がっているだけの状態。痛い痛い。糞尿にまみれたレイシーの体にはウジが大量に湧き、じわじわと彼女の体を蝕んでいた。レイシーは必死に体をよじろうとするが、手足の筋肉はすっかり衰え、それさえもままならない。助けて。最後に寝返りを打ったのはいつだろう。12年もの間、左半身を上に向けた状態で横たわっていたレイシーの体は革張りのソファーに完全に癒着してしまっていた。レイシーの皮膚に残っていたいくつかのただれは24歳の頃病院へ行った際に確認されていたもの。そのただれが治っていないことは彼女が少なくとも12年以上ソファーから動いていないことを物語っていました。母シーラはレイシーの体を定期的に拭いており、彼女は床ずれの痛みを訴えることもなかったと話していましたが、そんなはずはありません。なぜならレイシーのお尻の皮膚はウジに蝕まれてすり減り、完全に穴が開いてしまっていたから。彼女の最終的な死因は敗血症。ボロボロの皮膚で不衛生な環境に放置され、細菌が体内に侵入した結果と考えられています。12年でしょ。ずっと同じ体勢だったって、きっとめちゃくちゃ苦しいんじゃないのそれ。本当そう思いますよ。なんでかっていうと、まだ若者っていうのはあるにしても、例えば一般的な老人ホームとかだとね、床ずれを防ぐために2時間に1回はね、寝返りをこう補助したりとかね、しますよね。そういった基準から考えても、レイシーが敗血症で亡くなってしまうっていうのは時間の問題だったんです。事件から12年前、レイシーの認知機能が低下し、ソファーから完全に動けなくなってしまった際、両親は一度医師に相談に訪れていました。その際、医師は次のように勧めたといいます。早急に病院へお連れして健康診断を受診なさってください。しかし両親は以降、レイシーを一度も病院へ連れて行きませんでした。その理由について両親は詳しく語っていませんが、近隣住民にはこう漏らすことがあったといいます。親になったんだから、もう介護なんてしたくないわ。その言葉は普通は子供が親を介護するものとでも言うかのよう。いつしかレイシーの世話など、糞尿で床が汚れないようにタオルを敷いておくことぐらいしかしなくなっていた両親。彼らは堅くなにソファーから動こうとしない娘に疲れ、介護を完全に放棄してしまったんです。2022年5月、母シーラと父クレイはそれぞれ第2級殺人の罪で起訴されました。証拠の写真が提示される際、失神したり体調不良を訴える者が出た場合に備え、法廷には医療関係者を配備。見る人によってはトラウマになりかねない姿になり果てた娘を、両親はどんな気持ちでそのまま放置していたのでしょうか。そのまま裁判が進めば、両親は仮釈放なしの終身刑を免れないとされていましたが、その後司法取引に応じ過失致死罪に減刑。2024年3月20日、20年の執行猶予付き判決を下されました。子供のためならどんな試練も乗り越えられるという親がいれば、レイシーの両親のように煩わしくなって放棄してしまう親も。介護の大変さは当事者にしかわからない部分もあるのかもしれません。しかしレイシーの両親には放棄する前に取れる選択肢がいくらでもあったように思えてなりません。もしあなたがレイシーの親だったとしたら、どんな方法で彼女を守りますか？おそすというわけでね、皆さんに重大な告知があるんです。10月19日に渋谷でアルゴメトリ初の公式のね、謎解きイベントをやります。というわけでね、いわゆるマーダーミステリーみたいなイベントで、もともと映画館だった場所をね、もう貸し切って、そこに大画面でね、もう謎解きの動画を出してですね、みんなでリアルタイムに謎解きをするっていうイベント。そして、僕らのね、トークライブもありつつ、チェキ会とか写メ会とか、あとグッズとかもね、そこで買えるんで、ぜひ来ていただければと思います。はい。でね、
VIP 席に関しては、このイベントが終わった後にアフターパーティーといってね、ちょっとまた近場でね、会場を貸し切るんで、そこでね、僕とヤミコさんも参加するんで、もちろん、みんなでこうご飯とか食べながらね、観覧する時間もね、ありますので、ワイワイしましょう。はい、もうね、盛りだくさんのイベントとなっております。というわけでね、どんな謎解きをするのかってちょっとだけ見せたいなと思います。あなたにはこの謎が解けるだろうかというね、ちょっと挑戦的な感じなんですけど、一体どんな謎を解くのかっていうところで、高級ホテルムーンフォートリゾート、そこで開催されている映画祭の最中に主演女優小森夏樹が殺害された。現場には容疑者が4名。探偵のあなたは限られた手がかりからシリアルキラー、如月を探し出せるだろうかっていうところで、もう参加するね、皆さん自身が探偵となって動画を見ながらヒントをね、こう、組み合わせて、4人の中の犯人を1人決めてもらうっていうね。で、その後にちょっと答え合わせもするんで、そういったね、謎解き、マーダーミステリーのイベントになっております。なのでね、なんか家で一人でやるより、もうほんと映画館の中でみんながこう相互に作用しながら謎解きをするっていうところで、かなり新感覚のね、イベントになるのかなって思うので、ほんと期待してね、待っていただければと思うので、で、チケットはね、この動画の固定コメント、もしくは概要欄から、買えますので、ぜひ来ていただければと思います。普通のね、ちょっと YouTuber のイベントとかってなんか結構1万とかさ、2万とかするんですけど、もう僕らはね、もうここで稼ごうとか一切考えてないんで、もうめっちゃ安いです。4980円。なので、普通の映画行くとさ、なんか大人だと2500円とかかかるじゃないですか。ね、あれにプレミアムボックスシートつけるとなんか4000円ぐらい超えると思うんですけど、普通の映画行くよりちょっとリッチな体験しようみたいなノリで来てもらえるといいのかなと思うんで、あとは友達と一緒にもちろん来れます。友達と一緒にチケットを例えば2枚とか3枚とか買うと席が必ず隣になるようになってるんで、そんな感じで来ていただければと思いますし、あとは一人で来る人も多いんですか？なんか自分一人なんで不安ですみたいな人もいるんですけど、僕の体感ね、7割8割ぐらいは一人の参加者多いんで、皆さんもね、全然一人で来ていただければと。で、当日そこで友達になったりとかもね、あるかもしれないんで、全然一人の参加も OK なんで、そこはね、皆さん心配せずに安心して来ていただければと思います。安心して私がいるから、俺もいる。というわけで、アルゴメトリー初のね、映画館を貸し切った公式イベント、ザ・ムーン。皆さんね、ふるってご応募いただければと思います。よろしくお願いします。華やかな世界として知られる芸能界。しかしその裏にはドロドロとした人間関係がつきものなのだ。2024年10月19日、日本長野県高級ホテルとして有名なムーンフォートリゾートの一室から女性の悲鳴が響き渡った。どうしたんですか？ちょうどこの日、警察がホテル内にいたことから現場に急行。ワインを飲んだ直後に倒れて泣きながら話すのは映画監督の道上沙織。そして亡くなったのはこの部屋に宿泊する女優の小森葉月だった。彼女たちは翌日このホテルで開催される映画祭に出席する予定だったのだが、その前日に部屋で飲んでいたところ亡くなってしまったのだ。そしてなぜ警察は事件が起こる前にもかかわらずこのホテルにいたのだろうか。実はこの日、ホテルムーンフォートリゾートに犯行予告が届いていた。差出人は当時世間を騒がせていたシリアルキラー如月だった。